皆さんこんにちは、フォトシンです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まだまだね、暑い日が続いていますけれども、若干ね、朝夕の気温が下がってきて、涼しい感じでね、スズムシも鳴いたりなんかしていると、秋がね、近くなってきたなっていう感じがね、しますね。で、今回は繊細な光を捉え、ムードを生かす方法ということで、私がね、普段撮影している中で、どんな風に光をね、見ているのかとか、現像する中でね、どんなことをちょっと注意しながらね、やっているのか、そのムードを生かす方法ということでね、ちょっと皆さんにお伝えできればなというふうにね、思っております。で、決してこれは、このやり方が正しいとかっていうつもりは全くなくて、私の表現の一つなので、もしですね、皆さんの撮影スタイルの中にちょっとでもね、スパイスとなって活かせることがあれば非常に嬉しく思いますので、そんな感じでね、ご覧いただけたらと思います。今回いろいろなシチュエーションの写真を準備していますので、いろんなパターンでね、使えるんだなっていうのをですね、理解してもらえるような内容になっているかなと思いますので、ぜひですね、最後までご覧いただけたらと思います。じゃあ早速ですね、一つ目からやっていきたいと思います。それではまず1枚目がこちらになります。少しずつね、秋が近づいてきたななんて話をしていたんですけれども、山の中はですね、ちょっとずつ、緑もね、黄色くなってきたりとかね、していますね。その中にね、少し早く紅葉してしまった葉っぱなんかがね、あったりして、散っていた。そんなところをですね、見て、秋の訪れをね、感じながら撮影したのがね、こちらの1枚です。で、まだ太陽は昇っていない時間帯なので、少し薄暗いようなね、光の中で撮っているんですけれども、ここではですね、このもみじのね、緑っぽく、ちょっと黄色くなってるんですけどね、葉っぱがあったり、その他のね、植物がこんな感じでね、グループとして、存在している。その中にポツッとある。このね、構造が、非常にね、綺麗だったなと思ってね、このようにね、撮影しています。で、実際に目で見た時っていうのはですね、こんなに暗くなくてですね、こんな感じだったんですね。割と明るい感じですよね。目で見たときは確かこのぐらいだったかなというふうに記憶してるんですけど、このぐらいでね、撮影してしまうと、結構もともと暗いところっていうのがですね、起きてきてしまうので、全体的に緑になってきてしまって、ちょっと騒がしいというね。で、ムードがやっぱりね、この状態だと、私が感じたムードっていうのはですね、表現できていないなっていうふうに感じたんです。なので、これをね、ぐっと落とすことによって、こんな感じで、少し雰囲気が出てくるというね、そんな内容になっています。で、これ撮るときに、実はね、気にしていたことなんですけれども、落とすとよくわかるんですけどね、もともとやっぱ強く光が当たっているところっていうのはこういうところになるんですね。で、この当たっているところをですね、撮影する前の段階で、この光をね、捉えていて、光を落としてあげると、暗くしてあげると、この部分が自然と浮いてくるなっていうのをですね、感じながら撮っていました。今のカメラっていうのはですね、ライブで露出をね、こう落としてあげると、こういう感じでね、目視することがね、できると思うんですけれども、こういった光をね、捉えてあげて、ちょっと落としてみると、光がね、綺麗に浮いてくるっていうことがありますので、それを見て構造を整えて撮っていく。そうすると非常にムードが出るケースがあります。なので、常にね、こうやってちょっと目で見た通りにね、明るく撮ってしまうっていうね、傾向がある場合はね、たまにちょっと落としてあげる。この光のね、凹凸を見てあげるようにしてあげると、ぐっとムードがね、出てきたり、また構図そのものがですね、決まったりすることもあると思いますので、そのようにしていくとね、いいかなというふうに思います。こんな感じでね、明るさを変えて、どれだけこう、ムードが違うのかとか、どういう光が当たってるのかっていうのをね、これから先、いろんな写真でね、お見せしたいと思いますので、引き続きやっていきたいと思います。続いてはね、こちらになります。蛾の写真なんですけれども、これはですね、しっとりとね、濡れた、葉っぱにね、ついた蛾、ユーマダラエダジャクっていうね、そんなちょっと長ったらしい名前のね、蛾なんですけれども、綺麗なね、デザインしてるんですよね。これがね、しっとりとね、濡れた、この葉っぱにね、こびりついて、日が当たる前だったんですけれども、太陽が当たって羽が乾くのを待ってるような、そんなようなね、状態だったんですね。で、これ撮った時っていうのはですね、また明るさお見せするともっと明るいんですね。実際このぐらいだったかなというふうに思います。こんなね、暗くないんですよね。このぐらい。ただ私が感じたムードっていうものはですね、もっと暗くじとっとした雰囲気だったので、このぐらいなんですね。で、これ落としても、私の中では成立するなと思ったのは、この緑に対してこの蛾のね、白さっていうのがですね、非常に、強いんですよね。なので、同じ光の条件下で撮ったとしても、この白がね、強く浮いて出てくるので、結果としてね、暗くしたとしてもですね、この蛾がね、目立ってくれる、そういうようなね、状態になっています。プラス、この葉っぱのテカリっていうものもですね、割とこう明るさを持っていますので、こうやってやるとね、全体的に明るいんですけれども、落としていくと、
素直にね、こう浮いてくるんですね。もともとこう明るく、光を強く受けている部分なので。なので、それを活かして私は暗く表現して、このじとっとした中で朝を待ってる蛾の姿っていうのをですね、表現をしているところになります。続いてはこちらです。オオカメノキというね、見事なね、葉っぱの植物なんですけれどもね、花が終わってしばらくして赤い実がね、秋の前にね、つくんですけれども、この緑の中にね、このビビッドの赤っていうのがね、非常に綺麗な、そんなね、ところをとっています。またね、雨の後でね、濡れた葉っぱがとにかく綺麗だったので、そんなところをですね、表現しようかなと思って撮ったものです。これもね、また、私が見た時の明るさにしてみるとね、だいたいね、このぐらいだったんですね。このぐらいで、映ってました。もちろんこのままでもね、決して悪くないかなって私自身はね、思ってたんですけれども、やっぱりこの葉っぱの美しさっていうのをですね、最大限に出したい。そしてこの赤の美しさっていうものを、もっともっとこう強調したいなと思った時に、この明るさよりもやっぱりちょっと落としてあげて、締めてあげた方が、生きてくるのかな。この葉脈の美しさなんかも強調できるかなと思ったので、少し暗めに、表現しています。今回の写真ね、割と暗いものが多いですね。そういったものが多いんですけれども、ここもちょっと落として、撮影をね、しています。続いても花になるんですが、これはですね、ノリウツギというね、花、装飾花になります。今年はどこもかしこも本当に綺麗でですね、素晴らしかったんですけれども、これもね、ちょっと、撮影をね、しています。ちょっと暗めなんですけれども、この白い、装飾花がね、森の中にね、ずっと続いていくような、そんなところがね、すごく綺麗だったので、ちょっとこれもね、表現をね、このように表現しています。で、これも見た時っていうのはですね、このぐらい明るいんですね。このぐらいだったかな。このぐらい明るかった。ただ、こうするとね、周りの木の様子とか、あと笹の色とかね、明るさとかに混ざってきちゃってごちゃごちゃするんですね。なので、ここでもやはり少し落としてあげることによって、この装飾花の白さっていうものをですね、浮かせて奥にこう分けて入っていくような、続いていくようなね、そういったところを表現しています。で、今回、プロファイルを、富士フイルムのですね、ブリーチバイパスっていうものをですね、あえて使ってるんですが、これね、かなり、サイドがね、控えめになるんですね。ちなみにこれもね、結構大事なんですけれども、例えばこれ、プロビアというね、標準とかにしてみると、こんな感じで緑がきついんですね。その他の、ちょっとプロファイル使ってみても結構緑がね、出てきてしまう。もちろんこれ見たまんまに近いんですけれども、この状態だとやっぱり緑がね、結構強いので白さをですね奪ってしまうというかね、特にこういった緑だとギトッとしてるのでね、ちょっとこの白さと喧嘩してしまうような感じがしたんですね。なのであえてこの緑を控えめにするという意味で、今回はブリーチバイパスを使っています。これは見た目とね、同じにしようという意図はちょっと今回この写真に関してはなかったので、この白さをとにかく活かそうということで、この白以外の色彩をシャットアウトっていうかね、ちょっと抑制してあげて、この白を活かす。そういった意味でブリーチバイパスを使った、そんな写真になっています。なので、この色彩がね、明るさに与える影響っていうのもですね、大きいなっていうのをですね、なんとなく、感じていただけたかなと思うので、そういった時にちょっとこう、さっきみたいに白と緑がちょっとごちゃ混ぜになるというか、喧嘩しそうな時は、緑を少し再度落としてあげるとかにすると、こういった白い花の場合はですね、際立ってくれるのかなと思いますので、そういった形でサイドを少し落としてあげたりとかね、するアプローチもあるかなと思います。今回あえてね、分かりやすくするためにこのブリーチバイパスってものを使ってるんですが、とはいえ、私は結構この厳かな感じが好きだったので、これはブリーチバイパスで表現してもいいかなっていうのでね、今回こちらをね、紹介させていただきました。続いてはこちらになります。私はね、結構この類の写真はね、多い方なのかなというふうにね、個人的には思ってるんですけれども、少しね、暗いダークなシーンの中で息づく、樹木の姿っていうところで、これはね、サラサドゴダンツジかな。ツジになるんですけれども、一本の幹からね、枝分かれしていて、片方の方はもう葉っぱがなくてね、散ってしまっている状態。ただこのね、骨のようなね、張り巡らされた枝。ここもね、なかなかね、ちょっとけだもの感がね、ありましたね。それプラス、この緑の、葉っぱがついているね、状態。これ同じ木から出てるんですけど、この両者の違いっていうところが純粋に面白かったのと、葉っぱ散ってるんだけど、むしろね、こっちの方が生きてるじゃんっていうね、そのギャップがなかなかね、私はね、面白いなと思ったのでね、撮影をね、しました。ただ、これもまたね、光をね、起こしてみると、私が見た時の光っていうのはですね、このぐらいの明るさになるんですね。ちょっと後ろの、様子とかもね、見えてくるんですけれども、実際はこのぐらいの明るさの中で、見て、撮ったっていうところになります。ただ、私が見たときには、やはり、この葉っぱの部分ですね、緑色の葉っぱの部分にしっかりと光が当たっている。そんな強い光じゃないんですけれども、比較的、光が
当たっている。またこの枝もですね、白いんですけれども、白のものって割とね、明るく出てきますので、なので暗くした時に浮いてくれる、そんな被写体になるんですね。プラス、この背景っていうものは影の中に入っていたので、ぐっと引き締めてあげると、暗くなってくれますので、結果的にはこの両者がですね、前に浮き出て見える、そういった形で、今回ね、この表現しています。全部見せるとね、ちょっと全然この両者が主役なんですっていうのが伝わりにくいんですけど、落とすことによってこの両者の関係性っていうものがですね、出てきますので、こういったところでもちょっと暗くしてあげた方が、ムードがあって、この2つの木なんだけど、この2つの関係性で、成り立つことができるので、そういう風にして表現をね、しております。なので何でもかんでも暗くするっていうわけではなくて、やはり最初の段階でどこにどういう光が当たっているのか、どこに当たっていないのかっていうのをですね、ちゃんと認識して、いく必要があるかなと思います。その上でちょっと落としてどれだけ浮いてくるのか、そしてそこの被写体同士の関係性だったり、またはそこで物語を、組んだりとかすることもあると思うんですけれども、そういう感じでね、アプローチをしていって最終的な構図につなげていくようにしていくとね、より深みがある感じになっていくというふうに思います。光を捉えて、物語を組んで、構図を整えて、そんな感じでやっていくとね、面白いかなと思います。これもね、そういった感じの一枚になります。続いてはこちらになります。これもちょっと渋い写真なんですけれどもね、一本の、水ならの木が立っているんですが、ちょっともう立ち枯れ状態になっているところの周りを楓が包んでいくようなね、そんな、ところをですね、撮っているものになります。やっぱりここで注目したかったのは、ちょっとこう隙間から見えているね、立ち枯れの、この幹、そしてその周りをね、こう保護しているようなね、こう抱きかかえるようなね、綺麗なもみじの姿、それをね、感じながら撮ってるんですが、これもやっぱりね、明るくして、あげるとね、周りの部分が見えすぎるんですね。なので、上の方とか、この奥まった暗部のシャドウの中に入っているディテールもね、見えてきてしまうので、そうするとやっぱりここっていうところがね、もちろん派手に見えてるんですけれども、ちょっとムードがやっぱりないっていうところにつながっていきます。ここもやっぱりしっかりとね、光を受けているのはこのもみじなので、少しやっぱり落としてあげると、よりね、この形がですね、もさっとしたこの重厚感というかね、厚みがしっかりと伝わってくるので、この枯れた木を守っているようなね、そういったところにもつながってきますので、全部見せるとね、やっぱさっぱりとしすぎちゃうので、目で見るとね、だいたいこのぐらいなんですけれども、思った以上に暗くしてあげた方が、このぐらいにした方がね、ちょっとこう静かにこう守っているような感じになりますので、それを感じながらですかね、自分で守っているんだっていう、これが必要だなって私は思っています。なんとなくではなくて、この枯れている状態の幹を守っているこのもみじっていうところを感じながら、この明るさを落としていくっていう風にして、このフィーリングが一番マッチしたところを、選んであげるっていう風にしてあげると理想になっていくのかなと思います。これは正解は多分ないと思いますね。客観的に見て心地よさっていうもの大事だとは思うんですけれども、それも大事だけど一番はでも自分がどう感じるかっていうことの方が私自身は大事だと思いますので、表現する上では。でももちろん客観性も大事なんですよね。コンテストとか出したりとか、ワオって思ってもらうためには客観性もやっぱり大事なんですけど、だけどそことのバランスですね。天秤にかけてそっちなのか自分の表現なのか、でも時にはバランス取らなきゃいけない時もあると思うんですけど、それを感じながらこの設定値っていうものをですね、実際に画面見ながら、表現を決めていけばいいかなっていうふうに個人的にはね思っています。そんな感じでちょっと明るすぎるよりはこれもやはりちょっと落とした方が、生きるムードがね、しっかりと残るのかなと思う一枚になります。続いてはブナのね林の中で撮った一枚になるんですけれども、これはねあんまり考えずに撮ったというかね、反射的に撮った一枚だったんですけれどもね、ちょっとこう暗い森の中の奥の方でね、明るいところ、霧が入ってるところでね、ちょっと絡み合う樹木の姿、そこがね少し惹かれたので、これ反射的に撮ったので、別に深いストーリーがあったりとかではないですね。親と思ってパシャッと撮ったというような、感じなんですけれども、ただこれもですね、実は言うと構造的には手前にね暗いゾーンがあって、自分は暗いところから明るいところを覗き見ているような、で奥でねなんか絡み合ってるこの木がね、非常にこうなんでしょうね、ロマンチックってわけではないんですけれども、何やってんだろうっていう風にね見えたんですね。不思議な気持ち、引っ張られる感じですね。それで、これをね撮影してるんですけれども、これもねやっぱり明るく表現してあげるとね爽やかすぎるんですね。こう音楽にするとすごい、表現がしやすい。これだったら何でしょうね、サザ
ザンオールスターとか、そっち系の爽やかさなのかな。ちょっとポップな感じしますね。サザンオールスターズは違うか。でもポップな感じはしますね。でも私が聞いたのは、ね、なんとなくノラ・ジョーンズみたいな感じっていうかね、レディオヘッドとかね、そっち系だったんですね。なんかこう、ちょっと悲しげな音楽の中、なんかこう絡み合ってる樹木の姿、このムードをですね、表現するにはやっぱりこのぐらい照度を落としてあげた方が、いいのかなと思ったので、私はこのようにしてます。やっぱり光の条件的にも自分は暗いところ、天井を覆っている葉っぱは暗く、下のこのオオカメの木の葉っぱも暗くで、奥のところに光が入っているので、ビネットみたいになってるんですね、天然の。なので奥に目が行ったっていうのはですね、やっぱ明るいところに人間は目が行きますので、そういった本能に従った構造にはなっているんですけれども、それを、もうちょっと写真でムードを出すっていうね、自分が感じたムードに近づけるというところで、やっぱり明るくではなくて、このようにして暗くする。この何やってんだろうっていうこの惹かれた、ところをですね、少し強調するっていうところでも、ハイライトをちょっと上げてあげたりとかですかね、白レベルちょっと上げたりとかしてあげると、おや、あそこで何やってるんだろうというムードが作れる。自分が感じたムードが作れるというところで、最終的にはこのようにね、仕上げています。ここでもやっぱり光の構造を見ていく。反射的に撮ってはいたんですけれども、それもやはり、感じながら撮っていくっていうことがですね、非常に大事かなというふうにね、思っております。なので、これ現像するときに明るくすることもできるんですけど、いや、そうじゃないなっていう感じで、やっぱノラ・ジョーンズとかね、レディオヘッドとか、そっちだったので、この辺にして、仕上げております。続いてこちらは前回にね、紹介した写真のね、中の一つになるんですけれどもね、これも今回のね、お話のテーマに合ってるなと思ったので、ピックアップをね、しております。これはね、前回のお話でもね、したかもしれないんですが、夜明け前のね、シーンで撮影をしていて、この朝の訪れっていうものをですね、空の、様子ではなくて、この川に浮いてるね、この川霧のね、この緩やかなこう流れと、あとはこの光ですね、じわっとした光を見ながらこの朝の訪れを感じていた。それをね、表現したいなということで、このような明るさにして撮っています。で、これね、上げてあげると確かにもうちょっと明るかった。このぐらいだったかな。もうちょっと明るかったんですね。とか、もう少し明るくして表現することもね、全然できるんですね。このぐらいにして。かなり爽やかな感じで、表現することもできます。ヒストグラムもね、綺麗に緩やかにこう、分布がされているので、ソーシャルメディアとかでね、上げるときには多分こっちの方がパッとして目が、止まりやすいような、そんな一枚かな。別にこの写真がいい悪いとかっていうわけではないんですけれども、止まりやすい、光の条件なのかなというふうに思うんですけど、ただこの明るさで言ってしまうと、この私が感じていたこの夜明け前のね、この川の流れだとか、朝霧のこのぼわっとした光を見て朝を感じるっていうのがですね、とてもじゃないけど表現できないっていう状態だったので、やはりここでも自分が感じた照度というかね、明るさにしてあげる必要があるなということで、私はあえてかなり暗くして表現をしています。で、よく言うとね、もっとこのぐらい暗くして、もう本当に暗くして表現したいなっていうぐらいの、一枚なんですけれども、とはいえあんま暗くすぎると悲しすぎるのでね、このぐらいが、私のね、着地点かなというふうに思っています。全体的には暗い。ただ、こういった幹のディテールはちゃんと出るようにしたいなっていうのはですね、ありますので、そういったところはちょっとキープしながら、奥のところにぼやっと光がある。でも周りはね、暗いというかね、まだ朝が来ていないのかなっていうような、感じで、表現できればということでこの方にしております。実際これ落としていくとやっぱりこの辺がやっぱり明るいので、そんなにすごい明るいわけではないんですけれども、落としていくとね、この辺が一番この写真の中では明るいパーツなんだ、部分なんだっていうのがわかるので、それをね、撮るときにやっぱり見抜くっていうこともね、大事なので、私はそれを見ながら、構造をね、整えていたんですけれども、実際ね、この上の方にね、明るいとこあるんですよね、この右上とかにも。だけど、それをあえて入れないようにして、できる限りここだけが、自分が一番ストロングに感じたところだけが、表現できるように、映るようにですね、今回はここにして周りは排除して撮ったというところになります。結果的にやはり周りが暗く落ちた時にここが浮いて出てくる。そして夜明け前のこの水面の姿、水の流れの姿っていうのをですね、表現できるかなっていうので、このようにしています。なので、明るく表現してね、爽やかに表現するのももちろん、正解だと思います。これは撮った時に自分がどう感じるかっていうところに一番、関係してくるところだと思うんですけど、自分が爽やかに感じてたんであれば、このぐらい明るく表現してもいいと思うんですけど、できれば自分に正直に、決めるっていうのもですね、大事かなと思ってます。さっきのね、客観性っていうもの大事なんですけど、
でも私は自分が感じたものをですね、表現したいので、今回はこのように表現をしています。皆さんだったらどのぐらいで着地点にたどり着くか、皆さんもね、考えていただけたらなというふうにね、思っています。それでは最後の1枚になります。朝のね、川沿いで撮影した1枚になるんですけれども、柔らかいね、光が上から落ちてきて、この川をですね、優しく照らしている、そんな様子で、中でね、撮影したものになります。決してね、直射日光がピカーンと入ってきたわけではないんですけれども、弱いね、光でもこうやって入ってくるとね、すごくね、こう、ムードがあってね、綺麗なんですよね。今回はその、森を貫いて入ってきた優しい光がね、この水辺を照らしていく、その静かなね、時間と柔らかい光の美しさをね、撮った一枚なんですけれども、ここでもやっぱり光のね、存在ってものをですね、ちょっと意識してあげて、撮ったというところですね。この上部のところ、天井のところをですね、照らしている光、そしてこの真ん中にですね、落ちている光、この2つをですね、大事にして撮ろうということで、今回ね、このぐらいの明るさに落ち着かせてるんですが、これをですね、こうやって明るくするとね、全体的に見えてね、こうシャキンとするんですけれども、やっぱりこう、ムードっていうものがですね、こう消えてしまうかなっていうふうにね、思います。これはこれまでお伝えしてきたこととね、同じなんですけれども。なので、やっぱり私感じたのは、この森を貫いてきた優しい光が、静かに照らす。そこに、私は惹かれたということで、このような明るさにして、ちゃんとね、この優しい光がね、当たってるところが分かるようにしてあげるような、明るさ、全体の明るさにして、落ち着かせたっていう感じに、ね、なっております。今回ね、いろんな写真をお見せしながら、いろんなパターンのね、お話をね、してきたんですけれども、なんとなくそういうことかっていうのをですね、ご理解いただけたらね、非常に嬉しいんですけれども、繊細な光っていうものはですね、もうドカッと明るく全体的にしてしまうと、あっという間にね、埋もれてしまうので、もし繊細な光を、活かして表現するんであれば、少しこう落としてあげて、浮かせてあげるようにしてあげるとね、きっと心地いいな、このなんか優しい光っていうものがですね、生きてくるのかなというふうに思います。で、先ほどもお伝えした通りにね、暗くすることが正義っていうわけでも全くないですし、これが正しいっていうつもりは全くないですね。私はこれはあくまで私の表現の仕方でありますので、もしね、皆さんがね、いつも明るく撮りすぎてて、なんか繊細なムードをですね、台無しにしてるっていうね、思う節があったとしたら、ちょっと暗くしてあげると、取り戻せたりするのかなと思いますので、そういった傾向にある方、ぜひですね、お試しいただけたらと思います。でちょっと忘れてたんですけれども、白黒に変換するっていうのもですね、非常に有効で、モノクロにしてみると、どういう風に光が分布しているのかというかですね、わかりやすいです。例えばこの写真もモノクロにすると、こんな感じで白くなっているところがありますよね。上部のところがやっぱり明るくなっているんだなっていうのが一目瞭然で、この辺がやっぱり明るいんだなっていうのがわかりますので、時々ちょっとモノクロにして変換して、光の分布を見てあげるという風にしてあげると捉えやすくなってくるのかなというふうにね、思います。はい、ということで少し長くなっちゃったんですけれども、今回は繊細な光を捉えムードを生かす方法ということで、ちょっと私なりのね、方法をね、いくつか紹介をね、させていただきました。本当にいろんなシーンでね、活用できる内容だと思いますので、ちょっと今回暗い写真が多かったんですけども、もちろん明るい写真にね、応用させることもね、できますので、ぜひですね、試したことがないという方はですね、少し試していただけたらなというふうにね、思っております。はい、ということで、今回のね、動画は以上になります。またね、9月のフォトツアー、開始になっておりますので、まだ少し空きがありますのでね、興味のある方はぜひご参加いただけたらと思います。また近日中に秋のフォトツアーのね、お知らせもさせていただければなと思いますので、皆様のね、ご参加お待ちしておりますので、またそちらのね、情報もお届けできればと思いますので、詳細は概要欄の方にリンクがありますので、メーリングリストの登録等もですね、お願いできればと思います。はい、ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。